今日は30センチぐらいのお皿を作ってみようと思います。作り方本当にシンプルだし簡単です。ぜひね、一度挑戦してみてください。今までちょっと大きい皿は難しそうで手出さなかったんだっていう人ねいると思うんですけど、ぜひ今日はこの動画見て、挑戦してもらえばと思います。はい。じゃあやってみましょう。はい。はじめに、図で簡単に説明しますね。で、まずお皿は映るかな、こんな感じ。お皿はですね、最初土取りでパンケーキのようにしますね。そして今度ここへこませますね。底を作っちゃいます。そうするとこういう、ドラ鉢というかね、こういう形になりますね。見えるかな、こういう形になりますね。そしたらあとは簡単です。この壁を倒してしまえばいいだけですよね。これでお皿って出来上がりです。理屈はもうこれだけなんです。なので、もう湯飲みを作って湯飲みを広げるっていうのと一緒です。ただ面積が広いっていうだけで、このつばの部分というか、ここが長ければ長いほど、で底が狭ければ狭いほどもちろん大変になりますね。こうなってくれば大変なんですけど、いわゆるスパゲティとか乗せるようなお皿っていうのは、そこをねある程度広くないと良くないので、そしたらちょっと立ち上げてちょっと倒す、これだけでできます。これをねちゃんと理解すると皿って難しくないなっていうのがよくわかると思います。ただね土をね整えるのが大変ですね。結構力がね最初このパンケーキにしたりとか、こう中を広げるっていう、そこはもうほとんどだと思ってください。もう最後倒すのなんてねちょっと倒せばお皿になっちゃいますから。じゃあこんなことを踏まえて、これ見えますかね、こんなことを踏まえてやっていきたいと思います。はい、はい、それではですね、粘土、今2キロを練ってみました。この2キロを使って大きめのお皿を作っていきましょう。じゃあボットでさっき、ちょっとね図で解説したように、まずパンケーキ状にして、その後、ちょっと立ち上げてそれを倒すっていう手順ですね。手順はこれだけです。簡単です。このねなんかお皿、大きい皿とかほんと作るの簡単で、実はねすごい簡単なんですけど、やっぱり取っかかりにくいってなりますよね。今粘土は2キロ練ってみましたけど、ね、これ3キロでもいいし 2.5 キロでもいいし 1.5 キロでもいいですし、まずはそんなに無理することないと思うんですよね。ちょっと余裕ある土の量でやった方が最初はいいかなと思います。そしたらここからやっていきますね。
まずはパンケーキ状にしていきます。地味な作業ですけど、この作業がほとんどだと思えばいいぐらいの感じです。昔陶芸体験をねよくやってたんですけど、でろくろでね、お客さんがろくろで、お皿やっぱ作りたいって言うんですよね。そうするとね、本当陶芸体験でやる人でもできちゃうんですよ、本当に。ただね、みんなね、最初のここら辺の作業がやっぱ大変ですよね。まあ慣れないとね、力加減も難しいですし、力作業ですね。そして今この幅 K がありますね。これが、お皿の高台部分だと思ってください。ここがもう高台になります、このサイズが。ここが底です、まさに。で、どうしようかな。もうちょっと大きくしようか、せっかくだからね。このパンケーキは結構薄くても大丈夫です。本当に薄っぺらいパンケーキみたくなってもう全然大丈夫です。はっきり言って立ち上がりが1センチもあればお皿としては十分役に立つので、今ねこの石膏板のサイズギリギリまで伸ばしていこうと思います。こんな感じかな。はい、これで、一応測ってみますかね。今で22.5 センチってことはね、もうこれで20数センチのお皿が作れるってことですね。そしたら、パンケーキができました。そしたらその次は真ん中掘っていきます。ここら辺からね、大変になってくるんですけど、難しくはないです。もう掘るだけなんでね。でこの時に、気をつけなきゃいけないのは厚さですよね。当然あんまり掘っちゃうとね底抜けちゃうので、もう針を刺して、今もうすぐです。コツンとすぐ当たるぐらい。そしたら今どれぐらいかな、1センチないぐらいです。もうこれぐらいで十分です。最初ね1センチぐらいもちろんあってもいいのかな、最初このスタート時点では、ちょっと厚めにあってもいいです。そしてこれをどんどんこの穴を広げていきます。穴広げていくときにこれねちょっと今本当申し訳ないんですけど、本当は僕普段はパンケーキにしないんですよ。もうちょっと山なりにしとくんですね。でどうしてかというと、こうやって広げていくときに山なりにしといた方が、今ここモコっとなっちゃってますね。これが自然な山のまんまずっといけるんですね。そうただ基本ねやっぱこうやってパンケーキにしていった方がいいです。でもう広げていきます。この時に底の方からちゃんと
指をこう差し込む感じですね。差し込む感じで、ちょっと大げさにやると、わかりますかね。ここへこんじゃってるの。これぐらい、大げさにやるとこういうことです。で、そうするとここめくれ上がってきてますけど、これあんま気にしなくてもいいっちゃいいんですよね。このままずーっとどんどん差し込んでいきます。そしたらもう袋のようになってますね。まんまでいいです。どんどん立ち上がってきました。もう自然に立ち上がってきますので、これをパンケーキの外側まで広げていきます。ここら辺でだいたい外側まで来たので、外側ね、ちゃんと折り合いつけてまっすぐにしてやります。ちょっと適当にやりすぎたかな。で今結構ねこう暴れてますね。これがもっとちゃんと丁寧にねやっていけばちゃんと常に、金線の取れた形のまんま金線を保ったまんまいけるんで、そうあるべきです。今ちょっと適当にやりすぎました。すいません。そしてこう伸ばしててちょっとね上がもうこれ斜めになってますね。こういう時はもうすぐ切ってしまいましょう。とにかく常にバランス取れた形を保っていればコントロールがしやすいので、結局ろくろは何が難しくなるかっていうとやっててコントロールできなくなっていくんですよね。際どい形とかになってくるとコントロールできないので、そのスレスレのところでやめちゃったりとか、その壊れてしまったりとかそういうことになるんですけど、コントロールできる範囲にいる時っていうのは全く問題ないですね。例えば今この状態っていうのは何も怖くないわけですね。基本的に壁がまっすぐ立ってる位置っていうのはほぼ問題ないです。コントローラブルな状態なので、この状態のうちにいろんなことをやっておきます。でまずはそこですね。そこもこれちょっとね今雑な作り方しましたね。でそこをちゃんと今のうちにもう平らにやってしまいます。きれいに。で、もちろんこれは締めるっていう意味合いもありますね。とにかく平らにしっかり締めていきましょう。そこにちょっと空気入れちゃった。そこの方にね、いやー、ほんと、ちょっと今回はこれ横着しすぎですね。よいしょ。でもちろんそこをね作るときやっぱ平らめのやつの方が良かったりしますよね。で例えば力技でねぐーっともう押し込んで平らにしてしまうとか。で今このコントローラブルな状態なのでこのね時間帯はね何をやっても大丈夫ですよね。いくらやってても問題ないです。もう気の済むまでちゃんとやりましょう。でね、真ん中ねよくねへこんじゃうことあるんですよね。でこれを防ぐにはどうしたらいいかっていうと、一番簡単なのは真ん中をちょっとへそのように出しておくんですね、最初から。で後から潰すのは簡単なので先にへそのように出してしまいます。今ちょっとできるかな。本当は最初に掘り出した時からそうなんですけど、最初にね掘って広げる時点でちょっと先端じゃないや、中心をね残しておくんですね。
残しておくんですね。それで周りからこう掘っていくというかね、平らに伸ばしていくと。そういうふうにするとここに角みたくね、ギュッとへそができるので、それを最後に潰してやるのは簡単ですよね。で、ここで、とにかくこのコントローラブルなうちに、全部やってしまいます。できることを。できることっていうのは、そこを平らにすること。あと、この壁の厚さを整えること。縁も整えます。で、この時にこれからこう開いていきますので、薄くしすぎないように気をつけましょう。薄くしすぎてしまうと開いた時にもう厚みがなくて持たなくなっちゃいます。気持ち厚めにしといていいと思います。で、高さが揃ってない時はもうどんどん切っちゃいます。これで一応ね、厚みも整って高さも揃いました。ドラバチ状態ですね。そしたらあとはこれを倒せばお皿になるということですよね。この時点ではもう何やったってまだ壊れません。全く問題ないです。ここからです。最後これを倒すと。倒せばお皿出来上がりです。ここからは、最小の手数でいくのがいいですね。いじればいじるほどだんだんコントロールしにくくなってきます。下手ってきたりなんだいかんだりと。なるべく少ない手数でいきます。まず手を、最近僕は上から押さえていきますね。昔はそこの方からこっちからこう持っていったことなんですよね。で今、いってコテを当てました。でこれでも別にね煮物乗っける鉢とかだったらもう全然いいですよね。もっと倒していけばお皿になります。はい、完成。ここでもう必要以上にやんないってことですね。一回、こう倒したものをまた戻そうとするとそれは大変です。で当然これ以上倒そうとしてもそれも大変です。もうなるべく最後は一発で。ちょっと問いつつこうやってやっちゃうんだよね。コテの使い方が下手くそでやっぱ最後はなんか手でやりたいんですね。はい、できました。これで何センチだろう。測れないな。30何センチかな。32センチ、3センチぐらいですね。32、3センチのお皿になりました。これ焼いて縮まると、この土は15、6% 縮まりますので、30センチちょっと切るぐらいになるのかな。それぐらいの感じです。あと、よくありがちなのは、ここに段差ができちゃうんですよね。コテの当て方とかね、あまり良くなくて。でもそういう時ね、まずはですよ。ずっとそれやるのはどうかと思うんですけど、まずは、そういう時は例えばここにちょっと段差ができちゃったとしたら、その段差を生かして、こういうふうにね、すれば、こういうお皿ありますよね。ここに段あえて入れちゃいます。こうやって大きくなってきたら、ろくろの回転はゆっくりにしてください。
スピード出すとあっという間にベチャってねいっちゃうので、暖を入れます。これはこれでねありだと思います。はい、こんな感じですね。はい、こんな感じで、30センチちょっとの32、3センチのお皿ができました。はい、完成。はい、というわけで、今日は、大きなお皿の作り方についてね、ちょっとお話ししてみました。どうだったでしょうか。こうです。これぐらいあればね、スパゲッティ食べれると思います。はい。で、本当に無理しなければ、本当に簡単です。お皿。これ今、このつばの部分がある程度ありますけど、これもっと短ければもっと簡単ですし、基本的には、パンケーキにして立ち上げて倒す。もうこれだけです。その倒すつばの部分が長ければちょっと大変ですけど、普通だったらもう全然問題ないです。で、もしねうまくいかないようだったら粘土を増やして厚みをねちゃんと残してやるとか、そうですね、まずはねとにかくどんどん作ってみるといいと思います。だんだん慣れてきて上手になってきます。でこれができるようになるともう小さい普通のお皿とか本当に簡単になっちゃうので、もし お皿の練習をしたいのであれば小皿から始めるのでなくて大きい方から始めた方が絶対いいと思います。じゃあそんなわけで、今日はお皿は実は簡単だよってお話でした。じゃあどうもありがとうございました。またね。